これまで公開された映像作品や漫画、ノベルを通して D/T 作品は様々な世界線があることが見えてきました。しかし、どの世界線にも存在する共通点があります。5人の約束と宿命です。それでは振り返ってみましょう。ナップオーバースターのミュージックビデオはザ・スターシーカーズシリーズ始まりの物語。5人の少年と星の物語を描いたミュージックビデオです。先日披露されたメロンミュージックアワーズ2022でのパフォーマンスでもストーリーに触れる演出がありましたね。5人は幼い頃に星の下で一つの約束を交わしました。僕たちがたとえ別れたとしても必ずまた会おう。これが D/T ストーリーの始まりです。彼らはそれぞれの道を歩くことになり、星は深い眠りにつきました。星が目を覚ますには、5人が再会することが必要です。ナップオーバースターのミュージックビデオでは、角を折って傷ついた姿の40の前に、翼を持った少年カイが現れる描写があります。そして次第に全員が集まり、星が目を覚ます。魔法のようなことが起こるのかもしれない。5人はそう思うのです。次はマジックアイランドのミュージックビデオです。ここで明らかになることは、5人には星の歌が必要ということです。セクション1を見ると、5人が再会するだけでは星は目覚めなかったとわかります。なぜあったのか、何を探さなくてはならないのか、何を思い出さなければならないのか。彼らはまだそれらに気づいていないのです。5人は越えなくてはならないものがあります。運命の夜です。運命の夜については、エターナリーのミュージックビデオとザ・ドゥームズナイトオフィシャルアニメーションにその描写が含まれています。ザ・ドゥームズナイトオフィシャルアニメーションでは、ライトに埋め尽くされた会場、ステージに立つ5人、そこにドラゴンが現れ、会場が崩壊する描写があります。エターナリーでは、崩壊後の会場に立ち尽くす5人も映されています。D/T 作品にはドラゴンがよく登場しますが、これは運命の夜の象徴になっています。この運命の夜を越えるためには、5人が一緒であること、そして星の歌が必要です。The Doom's Night オフィシャルアニメーションでは、スビンがサイコロを使って別次元の5人の場所へ行き、助かる方法を見つけることができたと読める描写があります。そしてスビンは運命の夜をやり直します。姿を変えるスビンの身に、一人の女性が現れます。二人が手を取り合うと扉が出現し、場面はあの夜に変わります。一人で立ち向かう描写がありますが、これが本当に最善策なのでしょうか。繰り返しになりますが、この運命の夜を越えるためには、5人が一緒であること、そして星の歌が必要です。スビンは助かる方法を見つけたと思いましたが、まだそれに気づいていないのかもしれません。スビンは自身の夢の中やサイコロでの旅を通じて様々な世界線を見ています。なぜあったのか、何を探さなくてはならないのか、何を思い出さなければならないのか。スビンは見てきたものをつなぎ合わせ、答えを見出さなくてはならないのです。2022年12月2日にThe Name Chapter コンセプトトレーラーが公開されました。翌日に公開された Weverse マガジンでは次のように紹介されています。The Name Chapter コンセプトトレーラーは The Dream Chapter Magic コンセプトトレーラーから始まったD/T のカムバックトレーラーの歴史を一度にまとめ上げ、D/T のこれまでの旅路がたどってきた道を見せる。小説ピーターパンの物語を取り入れ、幻想的な映像が特徴でしたよね。
12月3日に公開されたビバースマガジンを読むと、ある程度の全貌が見えてきます。今回のレアリカは、この記事では触れられていない部分をピックアップして考察したいと思います。ザ・ネームチャプターコンセプトトレーラーを繰り返し見ていた中で、ノレアリカは一つの仮説が生まれました。これはボムギュが見ているドラマなのかもしれないということです。過去の The Dream Chapter Eternity コンセプトトレーラーの考察動画で、私はこれはボムギュが夢見たドラマではないかと述べましたが、それが今回のトレーラーにも見受けられます。コンセプトトレーラーではいくつかの転換ポイントがあります。ボムギュに注目してみましょう。目を閉じて開ける描写があるのはボムギュのみです。これは5人が一緒に見ている世界ではないのかもしれません。また部屋の中をよく見てみると、Loser Lover のミュージックビデオでボムギュの部屋にあったアイテムがいくつか見つかります。これもボムギュが見ている世界ではないかと思われる理由の一つです。これまでのノレアリカの考察で見えてきているボムギュのキャラクターは次の通りです。世界の終わりを知る者、最後の舞台が繰り返されている。The Name Chapter コンセプトトレーラーで Forever will never end というナレーションが入りますが、この部分でボムギュが映し出されているのも何か意図を感じます。これまでの T/T 作品においてボムギュはいつか終わりが来るのなら夢の中にいればいい、そういった考えがあるような印象がありました。しかし今回の The Name Chapter コンセプトトレーラーの最後では躊躇なく自ら飛び降りる描写があります。これを見ると私はボムギュに対して希望を感じました。またメロンミュージックアワーズのパフォーマンスでバラを燃やす演出がありましたね。アクトラブシックの VCR でも似たような描写がありましたが、ボムギュにとってバラは憎しむ宿命のメタファーであると個人的に読んでいるため、この演出からも希望を感じています。前述の通り、ビバースマガジンでは今回のトレーラーに関して次のような紹介をされています。The Name Chapter コンセプトトレーラーは The Dream Chapter マジックコンセプトトレーラーから始まった T/T のカムバックトレーラーの歴史を一度にまとめ上げ、 T/T のこれまでの旅路がたどってきた道を見せる。ここで The Dream Chapter マジックコンセプトトレーラーを振り返ってみましょう。ここでもプロジェクションを使用した演出が特徴的です。映像の終わりは階に導かれます。The Name Chapter コンセプトトレーラーでも階が飛び降りることで映像は終わります。5分53秒に飛び降りているのも興味深いものです。どちらのトレーラーでも階の導きによって終わるのは少し引っかかりますね。また、The Star Seekers のノベル版で彼は迷宮の設計者という新名が付けられています。まだまだ階に関する考察は至っていませんが、今後の考察では階にもフォーカスを当てていければと考えています。いかがでしたでしょうか。ついつい長くなってしまいましたが、少しでも皆さんの役に立っていたら嬉しいです。さて、新章は The Name Chapter と名付けられました。これまでの T/T 作品でも名前はたびたび登場してきました。これらが明確になっていく章なのか、今後の発表が楽しみです。今後も不定期ながら考察動画をゆるりと更新していく予定ですので、チャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけたら嬉しいです。インフォ用の Twitter アカウントを作成しました。そちらの方もよかったらフォローお願いします。
運営者ソイによる考察スペもたまにですがしております。興味があればそちらも遊びに来てください。それではまた、のれありかでした。